皆さん、こんにちは。久しぶりにまた、この大量のノートと、そして手帳を持ってきました。2024年の手帳っていう風に書いてあったんですけど、タイトルに。なんで今更2024年の手帳会議なんだっていう風に考えられるかもしれないんですけど、多分皆さんもうすでに知ってる方々いっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ私の場合、大学で働いてるんですよね。そしてまあいろんな会社とかでも多分4月から仕事が始まるところとかいっぱいあると思うので同じだと思うんですけど、私もなんかこう新学期が4月から始まるので、全ての手帳とかほとんど多分4月始まりっていう体制で言ってます。なんで、皆さんが多分年末でいろいろちょっとなんか手帳会議とか、いろんな手帳をワクワクしながら購入したりとかする時期に結構、こう、おとなしい感じではい、いるところなんですけど、私にとって本番の手帳会議は3月ですね。なんで、手帳会議、そしてこれから4月から2024年度の手帳をどう使い分けてるのかっていう感じで、もう動画を撮ろうと思って今、撮影をしてるんですが、いっぱい出てるんですね。で、この中では多分、すでに紹介してる形もあるし、ちょっと今年から変化を持つ、そういうものもあるんですけど、それを、まあ、全部、今回の動画で語るのは難しい。長くなると思うので、ちょっと何本かに分けて、ご紹介したいと思います。はい。で、まあ、ここは多分、以前の動画でもご紹介したように、3年日記を書いているトラベラーズノートです。はい。こちらは、まあ、ここ2014年で3年目に入るんですけど、それはどういう感じで使ってるのかを含めて、ちょっと次回の動画でまた紹介したいと思います。はい。で、そして、まあ、能率手帳なんですけど、まあ、こっち、システムダイアリーですね。白血。こう、8つの穴が開いてる、ちょっと珍しいタイプのシステムダイアリーなんですけど、パスポートサイズ、だから小型版じゃなくて、こっちとほぼ同じような、普通の大きさなんです。で、能率手帳を使ってるんですけど、以前までは、こう、革じゃない方を使ったりしてたんですけど、去年から、23年から、革の方、ゴールドの方をちょっと購入して使ってます。で、これを、まあ、前の方にはハビットトラッカーで結構ずっと使ってるんですが、後ろのところをどうやって、ウィークリーのところをどうやって使ってるのか、去年の分と含めて一緒にちょっと紹介するのも次回の動画でちょっとご紹介したいと思います。はい。ずっとなんか予告編を出してる感じがするんですけど、そしてこちらの3冊なんですが、まあこれが全てじゃないんですけど、当然。なんですが、ちょっと一番メインになる、手帳の種類かなと思って持ってきてるんですけど、ちょっと分けるとこんな感じで、2パターンになります。はい。で、これはまあシステムダイヤリー、私が最近ずっと持ち歩きで使ってるシステムダイヤリーなんですけど、これはこちらと一緒にプランナーとして使う領域であって、こっちはフランクリンプランナーのコンパクトサイズ入ってるんですね。まあ、革は、バインダーはプロタの、まあ5周年記念のリス仕様ですね。バインダー使ってるんですけど、バイブルサイズなんですけど、この中にフランクリンプランナーのコンパクトサイズを入れてます。で、今まで、以前の動画でも多分出てると思うんですけど、フランクリンプランナーのコンパクトサイズをメイン手帳として、母艦手帳として使ってきました。はい。それも多分ご紹介できると思うんですけど、1年間どうやって使ってきたのか。1年間じゃないですね。コンパクトサイズに変えたのが、その2022年の10月からかと思うので、1年半経ってるんですね。はい。もう2年近くにも
走ってるところなんですけど、その母艦手帳で使ってたものを、そのままコンパクトサイズは続けるんですけど、一応、ジャーナルに分けて使います。母艦手帳でずっとこの中にいろんなものを全部総合して入れましょう。そしてこれは残すから、いつでも見れるように捨てるんじゃなくて残す手帳として、記録をしているんですけど、ですね、こっちに多分、スケジュール、ログ、タスク、そして日記、そして体調に関するものとか、結構いろんなものを記録してるんですよ。で、それで業務ノートとかも普通に使ったりするので、タスクとか、ログ、私結構ログの方がプライベートな領域よりは業務的なものが結構多い方なので、結構重複するっていう重なってしまう部分があるんですよね。だから持ち歩きで記録してこっちに家で写すっていう感じにやってるんですけど、だとするとちょっと効率性ないなっていう気もしてて、完全にプランニングとかプランナーとしてのものはこちらに全部まとめて、こっちは個人のジャーナル、だから日記とか、ログは記録するんですけど、ログ含めて、いろいろ私自身に関するもの、以前、ほぼ日手帳でいろいろ私のためのジャーナルを作るっていう動画も載せたことあるんですけど、そのように完全にそこに、集中して、また若干内容をアレンジして使うことにしました。そんなには変わってないんですけど、はい。で、それが結構大きい変化、個人的には大きい変化になってたので、はい。そこを、次の動画で、ここちょっと詳しく紹介したいと思います。今日は、だからこちらの、プランナーの方っていうところなんですけど、まさに手帳ですね。はい。手帳としてどう使うのかなんですけど、こちらは持ち歩きなので、多分、本当持ち歩きです。はい。これが、起動しないときに、こっちに取って、こっちに移すっていう感じになると思うんですけど、これは多分、リフィールを作る時にもそうだし、以前紹介したように日々のが入ってます。だから毎日の記録がそれでできるので、それで活用するんですが、今日はこちらの、プランニングをどうやって中心的にやるのかっていうところを、集中して語りたいと思います。はい。で、一番の大きい変化だとすると、英語サイズっていうことなんですね。はい。英語サイズに変えました。業務ノートはもともと英語サイズ使ってたんですけど、それはなぜかとすると、やっぱり英語サイズの、その、サイズ的な互換性はもう勝てないっていう、そう思うんですね。やはりちょっと仕事的な部分は A4 サイズっていうのが多いし、それをちゃんと穴番だけしてて、スクラップできるっていう利点もあるし、じゃなくても A5 サイズでプリントとか、切ったりとか、そういうのもすごく楽なので、業務ノートは英語以外には多分無理じゃないかなっていうぐらいの、良さがあるんですね。はい。で、それで、プランナー全部こっちに入れるから、業務以外のすべてのタスクとか、プライベートなものもすべてこっちに記録するっていう感じにしてます。で、だとすると、じゃあリピールどうするのかっていうところなんですけど、そこが一番の多分話したいところになるかなと思います。フランクリンプランナー使ってるから、フランクリンプランナーの英語サイズだとすると、クラシックサイズとか浮かぶんですけど、クラシックサイズ、だからフランクリンプランナーの中で互換性があるのはコンパクトサイズしかないですね。はい。英語サイズ的にはクラシックサイズ合ってるかもしれないんですけど、穴が、6つじゃなくて7個なんですよ。なんで、多分そこにマスキングテープを貼って使ってる方々もいらっしゃるんですけど、そこをデイリーでやるとどれぐらい数あるんだろうっていうところで、いくら私が分解していろいろアレンジするの好きだって言ってても、あれはちょっと自信なかったですね。っていうところで、どのリフィールを使うかというっていうことなんですけど、じゃあまず、前の部分はちょっと
若干、業務的な部分入れてます。まあ、こっちは、学生たちのリストとか、毎回ちょっと頻繁に見る項目とかを、このプロジェクトリピルに入れて、見たりしてます。まあ、個人情報入ってるので、ちょうどいいかなと思うんですね。っていうところと、まあ、学年歴ですね。まあ、そういうスケジュールとか、こういうのは、まあ、毎回ちょっと頻繁に確認しないといけないので、とか、こう、2023年度のスケジュールと4年度のスケジュールとか、なんかそういうのをちょっと入れてます。で、こういうところが多分英語サイズのいいところなんですね。A4 サイズそのまま、プリントして、穴パンして入れてるんですけど、大体多分余白があるので、これ半分に切って、一緒に穴パンして、ここだけちょっと切っちゃえば、すごく綺麗に入ります。はい。っていうところで、普段結構いろいろ使ってますね。はい。で、そしてペンホルダー。で、私の場合、こう、プラッタのペンホルダーが一番好きなんですね。すべてをこう、包んでくれるというか、安定性があるっていう感じで、多分ほとんどのところに使ってます。まあ、こういう、バイブルサイズもそうだし、これも、バイブルサイズ、だとするとちょっと入るんですよね。で、これコンパクトサイズなんで、英語サイズ実はこう切って使ってますけど、はい。で、それだったり、こちらもそうでね、プロッタのものを入れて、これもこのように、穴パンして切って使ってますけど、めちゃくちゃ安定性あります。はい。っていうところに使ってるんですが、ここ、やっぱりプロタのペンホルダー入れて使ってます。で、そしてこちらのリピールなんですが、これ、ちっちゃく書いてるんですが、フランクリンプランナーです。はい。どれだけフランクリンプランナー使ってるのかっていう感じなんですけど、意外と結構私に合うんですね。はい。合ってるんですよ。自分のパターンに。まあ、私に合ってるのか、私がフランクリンプランナーにまあ、適用してしまったのかちょっとわからないんですけど、結構長年韓国にいる時期からずっと使ってたものなんで、はい、やっぱりちょっと使いやすいっていうところで使ってます。で、そしてマンスリー、これオーガナイザーですね。リピールだとするとクラシックサイズ穴が合わないので、オーガナイザーの英語サイズを買って、まあ、私がよくしてる、分解して入れてるんですけど、はい。これが、マンスリーですね。で、マンスリーは正直言って私、このシステム手帳すべてのサイズ、すべてのブランド、すべてのリピール合わせて一番好きなのが、プロタの英語サイズのマンスリーなんですよ。あれはめちゃくちゃ満足感があるんですね。もう余白があんまりないし、そしてこう広いこう空間にすごく快適なんですよ。これ感覚ちょっとわかんないんですけど、こういう細いリングにそのリフィルを入れて使うと、これより快適な他のリフィルを経験してないくらい、めちゃくちゃ褒めてるんですけど。なぜか、すごく好きなんですね。英語サイズのプロッタのマンスリーリピルです。はい。なんですが、だから、じゃあ英語使うから、プロッタの英語のマンスリー入れようかなっていうふうにめちゃくちゃワクワクしてたんですが、これ一応入れてみたら、意外と悪くないっていうところと、もちろん、プロッタの方がもっと好きなんですけど、一番でかいのがこれですね。このオーガナイザー、私もこんなに本格的に初めて使ってるんですけど、実は最初から使おうとしてたわけじゃなくて、試しで買ったんですよ。私4月から毎回使ったりするので、1月とか2月とか、こう文房具行ったりすると、手帳の、まあ、1月始まりとか、10月始まりとかっていうのめちゃくちゃ割引してるじゃないですか。で、これも、3月始まりじゃなくて、1月始まりだったんですよ。それが40% 割引で出てたので、じゃあ試してちょっと使ってみようっていう感じで買って使ってみたっていうことなんですけど、あまりにもちょっとよくって、じゃあ今年はこれだっていうふうに決めたわけなんですね。はい。で、それで初めて使うんですけど、まあ、こう、バインダー
とか、こうシステム手帳のリピールに入ってる要素がほとんど入ってるんですね。配置はちょっと変わったりもするんですけど、で、これも多分マンスリーの後ろ側にある、その、マンスリーのゴールとタスクっていうところが入ってて、これ多分ここはゴールタスクで分けられるっていう感じだと思うんですけど、私の場合そんな分けて使わないので、タスクで全部使ってるっていう感じなんですね。っていうところで、この部分があるから、じゃあこれでいいやと思ってて、今マンスリー、はい、使ってます。はい。フランクリン・プランナーらしく使ってるなっていう感じで、結構満足して使ってます。どうせ英語サイズだし、私字がちっちゃいじゃないですか。これ、しかも英語サイズにもかかわらず、私この EF の万年筆使ってるんですよ。これ、パイロットのキャップレス、私がすごく好きな。で、マットブラックを結構長く使ってたんですけど、こちらは、あれですね、60周年記念で、能率手帳ゴールドの、記念で出た、能率手帳、そして、パイロット、そして長沢のコラボで、出てた、リミティドエディションです。多分365本生産してる中で、シリアルナンバー書いてるんですけど、私111番なんですよ。結構いいですよね。111なんですよ。はい。で、それすごく愛着を持ってるんですけど、だから、なんか、もったいないぐらい、ちょっと、なんか保管だけしたいっていう感じもあるんですが、使わなかったら意味ないですよねっていう感じの主義なので、頑張って使ってます。で、すごく、これ、プラングリンプレイヤーのオーガナイズもすごく紙いいんですよね。で、相性も良くって、よく使ってます。はい。これメインで使ってるんですね。だからこっちに挿して使ってるんですけど、はい。マンスリーこうやって使ってます。で、そしてこれ、青と緑になってるんですけど、私の動画を昔から見ていらっしゃる方々、もうすでにご存知だと思うんですが、結構昔から私多分自分手帳で本格的にそうだったかな。結構昔から領域を色に分けて使ってます。ハビットトラッカーもそれで分けてチェックしてるんですけど、大体、こうビジネスに書いてるんですが、仕事関係と研究、勉強みたいなところは全部青です。これ仕事と勉強を一緒にしてる理由が何かとすると、仕事自体が結構研究とか勉強が仕事の枠に入る職業っていうのもあるし、そもそもこの領域を分けて定着したのが学生時代からやってるからっていうところもあるんですよね。なので、その領域を青にしてって、そしてプライベートだから個人的なところだから、睡眠ログとか、健康関連とか、運動をしてるとか、ここ読書本読んでるとかの場合には全部緑になってます。なんで、このウィークリーにも多分全部そうなんですね。授業関係は青だったり、そして、個人的なところは全部、こう、緑だったりします。ここ、無印習慣みたいなところも、こう、緑でチェックしてますね。ちょっと、この週間に買いたいものがあったので、そこ、チェックしてるんですけど、このようになんか、仕事関係、そして、個人的なものすべて一緒に記録しているところです。はい。で、そして、マンスリーは、これ結構薄い紙なので、マンスリー12ヶ月全部入れてます。で、そして、ここが、出入りの部分なんですけど、一応3月の分を1ヶ月分入れておきました。で、ですね、多分1週間に7日間なんで、こちらの始まるページには、ウィークリーコンパスとウィークリーテスクが入ってるんですね。これ、プランクリンプランナーの、システム手帳の場合にも、ウィークリーコンパスの場合、こう、バインダー式で、ディバイダー式で入ってたりするし、で、そこに役割とか、いろいろこう、項目が全部こっちに入ってます。で、そして、ウィークリータスク、私、すごくよく使ってる。なかったらもう作ってでも、こう、書いてる部分なんですけど、これがちゃんとあります。結構いっぱいあるんですけど、ここが、マンスリーはちゃんと、なんていうか、こう、
分けられてるんですけど、こうビジネス、プライベート、こっちが分けられてないんですよ。はい。で、それで、私、それでですね、はい、こんな感じで、こう、青と緑っていうところ半分ぐらいちょっと切って、こう、ドット入れておきました。で、こっちが、仕事、こっちが個人的な領域になってて、まあ、毎回私結構いろいろめちゃくちゃこう活用してるんですけど、これ、ジグのドットペンなんですけど、はい、それを入れています。まあ、こちらの部分も、個人のタスク、そして、仕事領域、そしてこちら、黄色になってるんですけど、私の場合、フランクリンプランナーでも毎回、こう、Q2 の領域に、毎日のルーティンを書いてます。はい。で、朝ちゃんと起きて、毎回やってる部分、ちゃんとやったのかとか、黙想ですね。これ聖書を読んだりするところと、本ちゃんと読んでたのかとか、英語の勉強とか、ビタミン食べてるのか、あんまりビタミン結構気にしないと食べなかったりする、飲まなかったりする場合多いので、これわざわざ入れてますとか、運動とかなんですけど、毎回勉強と運動あんまり続けてない気がするんですよね。ここちょっと改善しないといけないんですけど、とにかく毎日のルーティンを私はこの Q2 のところに入れてます。なんで、ここの領域もちゃんと分けて書くようになりました。もともとバインダーのところでは、こちらは分けてなかったので、デイリーではそのまま書いてたんですけど、ここ結構こういう3列になってるから、これが分けられてすごくいいんですよね。なんで、多分、ですね、こんな感じで使ってるんですけど、例えばここは仕事関係とか、プライベート関係とか、ルーティンとかで書いて、そしてこっちでタスクじゃなくて、スケジュールなんですよね。ログの部分なんですけど、ここ書いてメモなんですけど、これが、普通のフランクリンプランナーのこうシステム手帳のリフィールと若干違う部分なんですけど、フランクリンプランナー、デイリーの場合、こっちタスクとスケジュール、そしてこっちがメモなんですが、これ1日1ページになってるんですね。これタスクが上になって、こうなってったら、これいいなと思ってるんですよ、今。なぜならば、こうスケジュール書いて、そこから、こう、今後必要な部分を引っ張り出してメモができるんですね。もちろんこっちになってる時にも引っ張り出すのできるっちゃで、頑張ればできるんですけど、これすごく直感的で、仕事的にもそうだし、いろいろちょっとこっちに収まらない部分を、ちゃんとメモできるっていう感じで、プランナーとしてはすごくいいなと思ってますね。で、もしもっとメモが必要だったりすると、ここにリピール挟めばいいっていう話なので、はい。それですごく今、この体制で満足しながら使ってるっていう感じなんですね。はい。で、ちなみに、この持ち歩きはどう使ってるのかっていう感じなんですけど、で、ここは、ちっちゃいリピールなんですね。こっちは、こう、EF で細い2部で使ってるんですけど、わざわざちょっとこっちは、ここも EF ではあるんですが、日本のものじゃないので、これ TSB なんですよね。なんで、日本の F2 部と近いぐらいの、太さです。で、他の方々は F ぐらいが基本でしょって考えるかもしれないんですけど、私の場合はあまりにもちょっと細い2部が好きなので、そうなんですけど、若干最近ちょっと太い2部に慣れてみようっていう感覚もあるし、わざわざちょっとこっちのちっちゃい手帳には、荒く使おうっていう感覚で、わざわざこれ使ってます。っていう感じで、多分、こういう能率手帳のウィークリー入れてるのは、多分リフィール作りの動画で、紹介したことあるんですけど、メインで使ってるのはこれですね。日々のですね。これもリフィルリフィル作りの動画で、ご紹介したことあるんですが、これをちょっとあんまり綺麗に書くっていう感覚より、荒く使おうっていう、メモ取ろうっていう感覚で使おうっていう感じで使ってます。なんで、こんな感じで使ってますね。で、これは、毎回記録っていうことより、英語サイズのメイン手帳を持ち歩けない状況で書こうっていう感じで使っています。はい。なんで、
こんな感じで、使ってって、そして、空いてても、そのままでいいやっていう感じでやってます。で、そしてこれがちょっと保安してくれるのがもう一つあって、ここ、すごくいいんですけど、このリフィルって、この7時から23時、夜11時しかないんですよ。で、業務とか、日常生活はすごくいいんですけど、私結構夜中に寝てたり、だから夜2時、3時に寝てたりするケースも多かったり、そこから、普段、遊んでる感じで、そうだったら、のんびりしてる感じだったらいいんですけど、結構仕事をしてたり、論文読んだり、いろいろ、そうしながら遅く寝る場合もあるんですよね。で、それを記録しようとするときにはないんですよ。なんで、多分、こんな感じで、別に書いてる場合もあるんですけど、日々の場合、ここ24時間軸になってますね。これリピール切ってても24時間生きてるように切ってるので、はい、ちゃんとそういう場合に、持ち歩き、だから、それを、外でっていうことを夜中はないと思うんですけど、外で記録する場合もあるじゃないですか。パッと浮かび上がったり、こちらの日程が入ってたり、例えばこういうように海外の知り合いと、オンラインで繋がったりする場合には結構こういうところに日程が入ったりする場合もあるんですよ。で、そういう時に結構記録したりするにはすごくいいですね。はい。っていう感じで、日々のを使う利点もあるっちゃあるんですね。そして結構、荒く天気の記録とかもできるし、わざわざこれはちょっと大きい字でパパパパッと書こうっていう感覚で使ってる、そういうところではあります。はい。ということで、システムダイヤルはそんな感じで持ち歩いてますね。で、これすっごく快適なんですよ。だからこれ一遍で言ってもいいんですが、そしてちっちゃいサイズの手帳、ミニ6もあるし、M5 もあるし、酸欠のものもあるし、いっぱいあるから、他のものでも全然活用はできるっちゃできるんですけど、なぜかこれ手放せないんですよね。はい。ということ、そしてこのペンホルダーを使いながら感じているもう一つの部分なんですけど、これ結構、6穴の場合、これプロッターだけじゃなくて、アッシュフォードもそうだし、他のところのペンホルダーも、ここ結構、こんな重いペンをバッと、ちょっと、クググッと刺したい時には、結構リングにダメージが当たったり、これが抜いてしまう場合もあるんですよね。ひどい時には。なんですが、他のものだからちょっとガタガタがしてたり、若干こういう感覚があるものに比べ、こちらめちゃくちゃ比較的に安定的で丈夫な感覚がするんですよ。で、こういう太いペンをギリギリでポーッと入れても、すごく快適に入るんですね。これが1年間使いながら、ふっと、なんでこの子はペンホルダー使う時にこんな快適なんだろうと思ったんですけど、多分、これは私の考え、推測なんですが、穴が緻密に入ってるからだと思うんですね。6穴より結構丈夫なんですよ。穴が8つもあるにもかかわらず、穴の大きさもちっちゃい。4ミリっていうことで、それがこの安定感をくれるのかなっていう。結構これキチキチで入るっていうことなのに、こんなに、リングが壊れるっていう、そういう恐れなく使えるのが、すごく安定感があるんですね。はい。っていうところの、すっごく個人的な、意見なんですけど、それをすごく感じながら、すごく、満足しながら使ってます。こういうふうに、ロール板の場合には、その穴、そのままで使えるし、ルーズリーフとかでもそうですね。全然使えるので、いろいろ意外と、互換性ある、リフィルあるんだっていうところもあるんですよね。そしてこれは、ペンは参考的にトゥイスビーのダイヤモンドシリーズなんですけど、これはローズゴールドですね。これ多分長沢で買ってた気がします。はい。トゥイスビーのこのダイヤモンドシリーズとかエコシリーズは、
プレンジャー式なので、めちゃくちゃインクがいっぱい入るっていう利点もあるんですよね。すごく相性よく使ってます。色も意外と結構ローズゴールドとブラウン合ってるんじゃないですかね。はい。無理やりっていう感じで、プランナーはこんな感じで使ってます。はい。だとすると、じゃあ今まで、フランクリン・プランナーのコンパクトサイズに入れてたものはどうなるのか。どうやってこのサイズは維持できるんだろう、こっちは何を書くのかっていうところは、また次の動画でご紹介したいと思います。はい。ということで、今日はここまでにしたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。